タヌキの倒木工事。澄んだ柔らかい太陽が視界を埋め尽くす大草原に暖かさを与える。ゆっくりとした風が草花を揺らし、まるで海原のよう。まだお昼過ぎなのに肌寒く夏も去っていくのかとなんだか寂しくなる。草原がゴツゴツした山とぶつかるあたりの川のそば、そこが僕たちの村だ。とっても小さな村。10歳の僕はこれからやってくる乾いた長い冬の支度で忙しい。なんてたってマイナス20度よりも寒い日があるくらいだ。いっそ雪でも降れば楽しいのに。おばあちゃんと一緒に干した草、羊の毛の暖かい服、ヤギのチーズ、家の防寒、やらなければならないことは次から次へと出てくる。じゃがいもやら石炭や塩なんかを買いに行く。僕たちと少し飼っている動物たちの支度、それだけであっという間にまた冬がやってきた。あるとっても寒い日の夕方、僕は羊とヤギの世話をして家で凍える体を火に当てていた。おばあちゃんが熱いチャイを入れてくれて二人で飲んでいる時だった。戸をコンコンと叩き、タヌキの家族がやってきた。おじいさんタヌキ、おばあさんタヌキ、お父さんとお母さんに男の子と女の子、それに赤ちゃんタヌキの7人だ。もしよろしければ一晩休ませてくれませんか？何か食べるものもいただけるとありがたいのですが。おじいさんタヌキはすまなさそうに言った。僕のおばあちゃんは、まあ外はもう暗くなります。大したものはありませんが、どうぞ入ってください。と言ってみんなにチャイを出した。その晩、みんなで少しずつのトウモロコシの汁とパンを食べて寝床の準備をした。大人たちが話をしていた。タヌキの家族は西の方角からやってきた。そこでは年々食べるものがなくなり、村の人たちはここよりもっと東へ行き、新しい土地を開拓し始めた。うまくいっているのかはわからないけれど、自分たちにはそこに行くより仕方ない。そのまま残っていても生きていくことができないので、移動の旅を始めた。でもはっきりと場所もわからないので、なかなか進めなくって、とうとう冬になってしまったということだった。翌朝、タヌキたちの出かけにおばあちゃんが、何もないけれどせめてこれだけ持っていきなさいと、じゃがいも一袋と薪を一束、それに石炭を手提げ袋で一つ渡した。タヌキのおじいさんは何度もお礼を言っていた。そしてとってもすまなそうに、できれば使っていない鍋があれば石炭を消さずに持って歩けるのだが、と言った。おばあちゃんはたまたまそれがあるので、いいでしょう、お持ちなさいと渡した。今度はタヌキのお母さん、山で狼が出たら大変なので、大きく見せて追い払うための木を切る斧があればいいんだけど、と。続いてお父さん、タヌキの村につけるかわからないので、土地を耕すすきやくわ、シャベルなんかがあればいいのに、と。僕のおばあちゃんは困っていった。助けてあげたいけれど、うちには一つずつしかなくって、冬が終われば必要なものだったからだ。そう説明したら、タヌキのおじいさん、いいんですよ。
くださいというわけじゃないんです。必要になるという話をしていたんです。気になさらないでください。とってもお世話になりありがとうございました。そう言い、立ち去ろうとした。僕のおばあちゃんはタヌキを止め納屋に行き、その道具を手に取ってタヌキに渡した。タヌキの家族は何度もお礼を言い、必ず返しに来ますと旅路に出た。僕たちは見えなくなるまで見送った。後でおばあちゃんは僕に言った。私たちは村の人に借りればなんとかなるじゃないか。冬が終わって道具が必要になって、おばあちゃんは村長さんのところへ行った。冬の間のタヌキの家族の話を知って道具を借りてきた。村長さんはその時、あのタヌキのやつらめ、勝手に来て何でも持って行き、勝手に土地を開拓しやがってと怒っていたとおばあちゃんが笑っていった。その年、タヌキは来なかった。その次の年も来なかった。僕が15歳になる頃、あれは確か夏の初め。タヌキの家族とタヌキの新しい村の人たちがみんなでやってきた。あの時の食べ物や道具はとっても役に立ったということだった。借りたものは壊れたので新しいものをくれた。遅くなってしまったのでお礼とお詫びに何か手伝いをしてくれるという。おばあちゃんは川への水汲みが大変だと言い、タヌキたちはわかりましたと作業に入った。タヌキたちはみるみるうちに村中の道を鳴らして水道も整備した。くねくねした道はまっすぐに通し直した。これには村長さんもびっくりしながらご機嫌だった。タヌキたちは新しい村を開拓したり失敗するうちにこういう土木工事が上手になったのだという。お互いにお礼を言い合い、タヌキたちは去った。僕が大人になって仕事をする頃には、村はこの辺りで一番の町になっていた。道や水道が整備されると便利になり、人が集まりお店が増えてとっても活気が出た。そしてもうおばあちゃんは亡くなったけど、僕の子供たちはこの町で豊かに暮らしている。町のみんなも幸せそうに過ごしている。おばあちゃんやタヌキ、そして村長さんもその笑顔を喜んでいるでしょう。